皆さんこんばんは。ムーパルチャンネルより生放送でお送りいたします国家非常事態対策委員会、司会の立花健三です。この番組は、今起こっている世界情勢、そして複雑に、日本を取り巻く環境、政治経済外交とあらゆる問題を通しまして、日頃我々が知り得ない情報を皆様にお届けし、そしてまたそのことを、皆様と共有できればという思いでお送りいたしております。それではいつものコメンテーターのお二人をご紹介させていただきます。まずはじめに、空手道本庁武道総本庁の総裁でいらっしゃいます長道院大覚氏、そしてもう一人、国際ジャーナリストでノンフィクション作家ベンジャミン・フルフォードさん、このお二人でお送りいたします。カダフィ大佐は長道院総裁が長い間の友人でいらっしゃいましたよね。その辺のところを一つお話をお聞かせいただければと思いますが、1974年5年6年にかけて、私はPLO のアラマと、それからソーシャリストインターナショナルのペナゴメス等とですね、いわゆるアフリカのリーダーとならんとし、なおかつ非同盟諸国会議でいわゆる強い立場を持っているカダフィとですね、国際政治について、語り合う場を、設けてもらってですね、なかなかリビアの市民を、元はこれは王政の中の奴隷みたいなもんだった人たちをいわゆる市民に解放したと、ね、そして石油の開発に伴ういわゆる利益からそれを機会均等公平に、国民にその富の分配をすると、いう話を聞いてたり、若いけれども、大した野郎だなと私は思ったわけです。それで、日本へ帰ってきてカダフィを励ます会中のね野村俊介とね、私と今の医水会の木村三光とね、どうやホテル全日空が大谷ホテルからやったわけですよ。ほんなら公安の人たちがなぜカダフィを励ますんだとね、いろいろ私に質問に来ましたけれども、やっぱりあれは28歳でやっぱり、革命を起こそうというね、やっぱり勇気と行動力だよね。なるほどですね。これは私もね、やっぱり今の日本の人たちも20代で国を背負ってやろうというね、気概を持てるやつが一人おらんわけでしょう。ね、やっぱりそういう意味からしたら、やっぱり20代で革命を起こし、国を一つ背負って立っていこうというね、こういう度胸と、そういう根性を持った人間というものがね、やっぱりこのように存在すると、これは大事なことだと思います。日本の食の、自給率をその人たちに任せるわけにいかない。だから必ず食事というか食べ物というのは命につながるから、日本は最低限ね、自前で自分の国民を食わせられなくなるとですね、いざとなれば言うこと聞かないと食料あげないという立場になるんで、そういう TPP やっても必ず農業の例外作らないとまずい。いや、農業も守りすぎる、甘やかしすぎるからね、本当のいわゆる農業生産能力というものがね、失われてる場合もある。それもわかりますよ、ね、やっぱり人間最後ね、食えなくなる衣食住だ、やっぱり。ね、食えなくなり収入もなくなる、輸入もできない、
金がないから物が買えない。必ず山行って耕すよから。ね、そこで種をまいて、その野菜を作り、ね、山行って木の実を取ってくる。いわゆるそういう自然界に、あるものからでも栄養源を確保しようとするのはこれ人間の本能なんです。ね、今のように農協にバンバンポンポンもう莫大な金を出してた。それをばらまいて、ね、まあ、確かに。最初化学肥料でどんどんわけのわからんものを作ってですね。まあ、本来は日本は。守りすぎるということにおいてね。もちろん。本当の農業力の開発というものにつながっているかという、はい。でも日本は本来なら、農産物輸出国になってもおかしくないんですけれども、ただ何度も言うけれども、欧米のトップにですね、食料の流通がですね、エリザベス女王とか王族が持ってる、プライベート企業が持ってるんですよ。で、その人たちが世界の就職の流通を、牛耳る限りでは信用してはならない。だから、日本の農業改革と将来的に海外と競争力があるようにすることは大事なんですけども、じゃああの人たちに食べ物任せますっていうわけにいかない。それだけ言います。いや、輸入をね、いわゆる金がなくなったら輸入はできないよ。なんぼ外国が物を売る言うても。いや、ただでくれるわけはないんだ、昔のマッカーサーの時代と違うんだ。昔ね、何回もその人たち歴史を見ると、食料の武器として使って、言うこと聞かない民族を餓死させた例ありますので、それだけは絶対的に守るべき。いやいや、餓死するぐらいのことを、やらなければダメなんだよ、この甘い会社日本人。私、両方のおっしゃることよくわかります。農民も。甘いすぎとるわけやみんな。まあ、平和ボケであることは間違いない。だから、まあちょっと尻叩いてもいいと思いますけどね。日本をね、飛行機で飛んでみなさい。全部これ山があり、川があるわけ。ね。これほど恵まれたね、島国はないよ。ね、山田の牛と一緒に寝とったんだ、昔。男、牛が好きで牛と寝とった男なんだ。農林大臣なさった。弁護士になって、政治家になってるけども。ね、男が今それ反対してるけれども、まあ、おそらくまとまらないでしょう。しかし野田にはそれだけの指導力がない。ね、だからこの問題はオバマにまた嘘をついたような形になって国際間の信用を失う。まあオバマでもね、正直でオバマほどね尊敬されてないアメリカ大統領戦後にないんですよね。私はね黒人大統領すごい大歓迎なんですよ。少数民族というかアメリカの中でもそういうチャンスがあることは全然いいと思いますけれども、個人的な人には問題あります。彼の、例えば法務大臣が、管轄してる役所が麻薬組織に武器を提供してるんですよ。で、その武器を使ってアメリカのエージェントを殺してる。あと彼は仲間に、政府のお金を取って、仲間にお金をあげてるんですよ。ソリンドラという太陽電池会社。で、その金全部猫ばばされて本人にもバックマージン行ったんですよ。要するに、彼は、横領まみれの操り人形なんですよ。本当の大統領ではない。アメリカも今、民主主義国家ではありません。ですから、これからアメリカには再び民主主義、法治国家の体制が戻る準備が水面下で起きてるんですよ。オバマが多分、途中で辞めさせられます。それから、ワシントンの政治家の多くはクビになるという、そういうことになると、もう一回アメリカの、要するに日本の総理が、真剣な会話をアメリカの大統領とやってもいいと思いますけれども、今の腐ったワシントンにいる、ゴミ人間の集まりとは話す必要はないと私は思います。ペンタゴンと直接話すべき。あんなワシントンの賄賂付けの、外国公文とは交渉してはいけない。オバマと会うべきではないと私は思います。ね、軍事的事故で死んでないんだ。ゼロなんです。
いや別に交通事故で3万1万人も2万人も死んでるわけ。そうでも自殺が3万も4万もやっとるわけだ。自殺が、はい、普天間じゃ誰も死んどるんじゃないかと。別に何が危険なんだこれが。僕が言ってるのは、普天間じゃなくてもいくらでも島があるって言ってるの。まあパリの行けばそれ違ってるわけじゃないですから。ペンタゴンは別に軍事的な理由はないよ。普天間じゃなくても周りの島で見るとバカどもが危険だというわけ。危険じゃないんだ。誰も死んでないじゃないか。いや危険じゃないけど、そう思わん。ヘリコプターだからね。私の沖縄の家は牧港だからね、普天間の近い。俺はいつもそこで若い頃から肉よくしてたの。音なんか聞いたことない。ただ風名でバーッと出るよ。風名はだいぶ遠いんだけどね。風名のジェットの音の方が聞こえる。普天間は静かなんです。だから危険だとか騒音だとかないわけです。で普天間の人たちも時代が入るから潤ってるわけ。だからその賛否はね、賛成基地を全国に置いてほしいと、ね、時代がもらえて経済がうまく回ってるから今出られたら困るという人もたくさんおるわけ、ね、だからまあ別にこの急いで早くこれをどっかへ移さなきゃいけないいう事情はどこにもないわけですよ。こんなものでガタガタ日米間で議論してるのがおかしいわけで、そのまま全体の米軍基地が将来どうなるかというその最終結論まであのままでいいわけ。あこには莫大な設備投資をしてるわけだし、ね、その設備投資をもう一回これ潰しちゃって辺野古に持っていく。辺野古までは30分だ。しかし辺野古に持っていったとしても長野の人たちも危険だろうし、危険ということになれば一緒だって。石川の人たち、金の人たちも、ね、恩納村の人たちも、そんなところへ基地が来られたら困るわけだろうから。まあ長い目で。だからなんで移す必要があるかと。これは橋本とクリントンが、ヘリコプター1台沖縄国際大学へ落ちて人誰も死んでないんだけども、こんなとこでヘリコプターが落ちたら危険だねと。それじゃあどっか移しましょうかと。いう程度の話からスタートして、ね、橋本の売国道とその周辺におる鈴木宗男や野中たちが、まあ小田も含めて、よしそれじゃあ1兆円のプロジェクトを組み上げて、砂利で儲けようか土で儲けようかと、ね、いうので山を買って、早く埋め立てろって、そういう利権が土木利権が絡んだからやっとるだけのことなんだ。いろんなまた詳しい話を次回にお伺いしたいと思います。それでは今日は8時を過ぎちゃいましたけども、また次回まで、皆さん楽しみにしてください。今回は会場に結構のお客様たちいらっしゃってます。ぜひ視聴者の皆様の中で今から行っちゃおうかとかっていう方もいらっしゃったんですけど、ぜひ生をですね見ていただきたいと思います。最後にもう一度ベンジャミン・フルフォードさんの闇の支配者、まさに面白い本が、読みやすい本が10月の27日奏者から発売になっております。1500円プラスのタックス1575円だそうです。どうぞぜひとも皆さん購読いただいて読んでください。